こんにちは、ポリフォニーの田上です。今日は、伝説と言っていいんじゃないかと思う、ハロプロのユニットのボーノについてちょっとお話しする回になってます。で、私はそうですね、中学生ぐらいの時からハロープロジェクトが好きで、そこから大学生ぐらいまでが一番応援してた時期かなと思うんですけど、本当にいろんなコンサート行って、スマイレージもボーノも行きましたし、モーニング娘。も入ったし、キュートも入ってベリーも入ったし、ハロコンも行ったんですけど、その中でどのユニットが一番好きですかって言われたらちょっと選びきれなくて2つになるけど、一番初期の4人の時のスマイレージとボーノですって答えるかなって思います。その2つが好きで、それぐらい、たくさんのユニットを見てきた中で本当に好きだったなって思うユニットの一つがボーノなんですよね。なんで、ちょっとその時の思い出とかも少しずつ話しつつ、ちょっとボーノのことを振り返ったりできたらなって思います。メンバーはね3人いるんですよね。嗣永桃子さんと夏焼みやびさんと鈴木愛理さんの3人で、桃地はねもうちょっと芸能界も引退してしまってるんですけど、この3人からなるユニットがボーノっていうユニットなんですよね。私高校生の時に行ったコンサートが2つあって、それがスマイレージのコンサートとボーノのコンサートでした。ボーノのコンサートはゼップナンバであったんですよね。もう本当に楽しくって、結構その大学生の時の友達とかもう夏のボーノの現場でしか吸えない空気があるとか言ってた人もいるぐらい、もう本当にライブがとにかく楽しいので、もう本当に嫌なことを全部忘れるぐらい盛り上がるんですよね。ちょっとね一人ずつメンバーを紹介していこうかなと思います。一人一人結構それぞれが割としっかり活動していたグループなので、結構それぞれ知名度が高いのかなっていうふうにも思うんですけど、ちょっと改めて紹介していけたらなっていうふうに思います。まず1人目なんですけど、嗣永桃子さん。桃地って呼ばれてて、バラエティでもねすごく活躍して引退された方ですよね。で、嗣永さんはもともとベリーズ工房にいた方で、選抜されているんですけど、ボーノではリーダーですって言ってましたね。ボーノのリーダーは桃地ですみたいな感じでいつも言ってました。で、芸能界は今引退してるんですけど、本当にたくさん出てましたよね、バラエティもね。で、私がすごく心に残って嬉しいなと思うエピソードとしては、ラジオで、オードリーの若林さんがずっと桃地と「ヒルナンデス」で共演してたんですよね、オードリーって。で、その桃地が引退する時にもう本当に惜しい人材がいなくなったよね芸能界からっていうことをラジオですごく話してくれてたのがすごくファンとして嬉しかったなっていうふうに思ってます。すごく本当にプロ意識が高くて、アイドルとしてもそうですし芸能人としてもすごい集中力がすごくて、その若林さんがそのラジオで語ってたエピソードなんですけど、本当に長いなんていうかロケとかでみんなが集中力がちょっと正直切れてしまうような場面でも、桃地だけはもうすごいしっかりしてて、いつもだれてる姿とか見たことがないっていうような話をそのラジオでエピソードとして話してたんですけど、それぐらい仕事人というか、あの見た目で、もうなんかこういう髪型もね皆さん印象に残ってると思うんですけど、あの感じでやっぱりすごいプロ意識も高いっていうところがやっぱり彼女の魅力かなって。きっと仕事も今別の仕事をやられてますけど、そこでも本当に責任感を持ってやってくれてるんだろうなっていうことが分かりますし、どこでどんな仕事をしてるみたいなことが今情報として上がってこないっていうことも、ファンがちょっとその関係をね守ってるというか、きっと今普通にプライベートというか、お仕事を今のお仕事として関わってる人っていると思うんですけど、そういうのがねネットとかにばらまかれたりしないっていうのがやっぱり今彼女がしてる仕事を表してるかなっていう風な気がします。本当にそれぐらいプロ意識の高い方ですね。で、小指をね立ててマイクを持ったりするっていうこととか、小指ビームとかあったりしたんですけど、そういういろんななんていうか彼女のアイドル像としてたくさんあったんですよね。こういうツインテールとかねすごくあったんですけど、すごく私的にはボーノの中でもそうですし、ハロプロの中でもビジュアル面だなっていうふうに思います。顔がすごく綺麗で、あの髪型やと結構可愛い系かなってみんな思いがちですけど、実際は私はすごい美人だと思います。特に横顔が
すごく好きなので、皆さんちょっと検索して横顔を見てみてください。とにかくお顔がすごく綺麗な方ですね。はい、で歌もすごくよくって、嗣永さんは歌結構落ちサビとかを歌うことが多くて、結構曲のこうなんていうかグッとくる場面をこう歌うので、すごくキュンとくる声が特徴ですね。ボーノって3人ともすごく歌が上手なんですよ。で声質も結構特徴的なんで、そこがすごく楽しめるポイントかなって思います。ボーノの結構有名な曲で初恋サイダーっていう曲があるんですけど、その曲の落ちサビも嗣永さんが歌ってますね。はい、とっても素敵なパートなんで、ぜひ聴いてみてもらいたいなって思います。はい、で次が夏焼きみやびちゃんなんですけど、ボーノ本当に3人ともすごい好きなんですけど、私がボーノで推してるのはみやびちゃんで、今までコンサートもね何回か行ってるんですけど、ちょっとねもうこれ使いすぎても色めっちゃ褪せてるんですけど、みやびちゃんの、ボーノでの面からは赤色なんですよね。でこんな感じでみやびちゃんのタオル、これが2012って書いてるんですよね。2012年のライブツアーのタオルがこれで、こっちもこれちょっとね何年って書いてないんですけど、これも武道館に行った時に買ったんですよね。はい、これもみやびちゃんのボーノのタオルです。はい、みやびちゃんって見た目的には結構ギャル系なんですけど、すごい彼女もアイドルとしてのなんていうか芯みたいなのをすごく感じる方ですね。すごいおしゃれですし、声もすごいなんかセクシーな感じで、みやびちゃんの魅力がすごくわかるボーノの曲があるんですけど、レディパンサーっていう曲があるんです。その曲We Are Bono っていうツアーがあるんですけど、その時のレディパンサーの衣装とかがすごいみやびちゃんに似合ってるので、ぜひ皆さんに見ていただきたいです。すごいとっても可愛いですし、歌声もすごく好きですね。ももちとみやびちゃんってすごいキャラ的には対極というか、すごいちょっとぶりっ子キャラのももちと、すごく綺麗でギャルっぽくてなんていうかサバサバした感じのみやびちゃんで、クラスにいたらあんまり仲良くならなそうな2人がすごく仲がいいっていうのも、はい、とってもファンとしてはなんか2人のこう関係性みたいなのを見るのも楽しいなっていう、そんな感じがしますね。で最後に鈴木愛理ちゃんなんですけど、愛理ちゃん最近すごくテレビでも活躍してますよね。なんかバラエティとかにも出てたりとか、あざとくて何が悪いのとかもね、田中みな実さんと弘中さんから変わって愛理ちゃんがやり始めましたよね。とか、最近ドラマとかにも出て主題歌も一人で歌って「最強の推し」っていう曲、あの曲なんか TikTok とかでもバズってみんな結構歌ってますよね。はい、もう最近なんかアーティストとしてすごく売れてるのですごいなって思いますし、とにかく歌もすごい上手なんでね、ピッチを外さないですし、高音もすごく出るので本当に歌姫っていうこととか、あとはアイドルの方が結構憧れるアイドルとして割と名前が出ることが多くて、過去に何人もそうやって名前を挙げてるんですけど、最近で言うとフルーツジッパーって流行ってるアイドルありますけど、その桜井優衣さんとかもね、愛理ちゃんに憧れてますみたいなのとか、最近で言うと私が見てる朝の番組スマタンっていう番組があるんですけど、そこの佐藤かなアナウンサーも愛理ちゃんの大ファンで、はい、そんな風に愛理ちゃんのファンを公言してる方って結構芸能人もたくさんいらっしゃるんですよね。すごくルックスも素敵ですし、歌も上手、ダンスも上手、何も言うことがないっていう、あとお勉強もできますしね、慶応出てて、はい、こんな感じでもう完璧、もう誰もが一度は憧れる人っていう感じのが愛理ちゃんかなっていうふうに思います。それぐらいもう本当にハロプロの中でもすごい人気の3人が集まってできたのがボーノだったんですよね。それだけでも熱いんですけど、やっぱりユニットとしてもすごく熱いグループなんですよね。ちょっと結成のきっかけとかにここから触れていこうと思います。ボーノっていうのは、2007年にアニメの「守護キャラ」っていうアニメがあるんですよね。そこでテーマソングを歌うためのユニットとして結成されたんですよね。他にもそういうユニットってあって、ガーディアンズ4とか他にもユニットがあったんですけど、結局そういう形で続いた派生ユニットみたいなのはボーノになったんですけど、特徴としてはロックをコンセプトとした、バンドのスタイルを取り入れたグループになってて、
今って結構ロックとアイドルをこう掛け合わせるっていうようなグループって結構ありますよね。でも結構それの先駆けというか、割と当時は珍しい存在だったかなと思います。これ本当にライブの見どころにもなるんですけど、ドルチェっていうバックダンサーがいたんですよね。で、ドルチェとの絡みとかもすごいやっぱりライブで見どころでしたね。なんか結構信頼関係があるように見えて、アイドルって本当に可愛ければってこともないんですけど、すごく可愛さで売るアイドルがほとんどだった時代に、そうやってバンドの人からも認められるようなこうプロ意識であったりとか、アーティストと言っていいんじゃないかなっていうぐらい歌も上手、ダンスも上手っていうことで、そこのなんていうか本当のミュージシャンとの信頼感がこうライブで見えた時にこっちもすごく胸が高まるというか、そういうのをライブで見れたっていうのも結構あるかなというふうに思います。でその時、今でこそつんくさんもプロデューサーからも退いてて楽曲提供もしてるけど、つんくさんじゃない曲もハロプロにもたくさんある時代なんですけど、その時ってハロプロ基本的につんくさんの曲を中心とした構成だった中で、ボーノはちょっと違ったんで、そこでもなんていうか毛色の違いが出て、そこも面白かったなっていうこともありますしね。なんかそういうロックっぽい感じがすごく出るのがボーノの特徴になってました。で、もともとそうやって守護キャラがきっかけで始まったボーノなんですけど、守護キャラを見てた女子の中からっていうことも結構その人気が高まっていくきっかけとなったんですけど、そんな中、2010年にボーノのその結成の目的だった守護キャラっていうアニメ自体が終了することになるんですね。でユニット自体どうなるんだっていう風な形でずっとこう曲とかももうそこから結構長くリリースされなかったんですよね。でなんですけど2011年にアップフロントから雑草の歌っていう曲がリリースされて、これ私が高校生の時、高校3年生ぐらいかなの時なんですけど、久しぶりにシングルがリリースされて、だから守護キャラと関係なくそのボーノの活動が再開するって時、やっぱすごく嬉しかったんですね。でボーノって継続していくんやっていうことで、そういうあたりで、またツアーがあった時のツアーがこのね、2012年のねツアーなんですね。もともとそうやって期間限定のユニットとしてできたんですけど、やっぱりファンも根強かったし、そのハロプロの中でもただなんていうか人気のメンバーをかき集めただけのユニットっていうよりかは全く別の魅力が見えるユニットになってたんで、本当に存続して嬉しかったですし、そういう形で売っていこうっていう風な判断があったっていうことなんですよね。でこの後2012年になっていくんですけど、この年は2月にフランスとか、結構ねハロプロって海外の人に人気もあるんですよ。ちょっと余談になるんですけど、私大学生の時にハロプロ研究会ってサークルに入ってたんですよね。でそのサークルに割とこう留学生の子も来てくれることがあって、ベリーズ工房の長く自分の国で応援してましたって、留学でここに来たからハロプロ研究会入りましたみたいな方がね結構いたんですよね。あとタイとかでねこうフェスとかすると結構ベリーズ工房とかも人気やったんですけど、でボーノも2月にフランスのパリのムーラン・ルージュで行われた単独公演がありまして、そこでも地元ファン1000人熱狂と大歓声に迎えられたっていうことで、結構ねコメントもね外国人の方のコメントが YouTube とかについたりするんで、割とね海外人気もあったっていうイメージはあります。で、その年のね6月25日になるんですけど、アイドルのファンの中では結構有名だった指祭りっていうね、指原莉乃さんがプロデュースしたアイドルのこう対バンフェスみたいな感じですね。そういうのに出演したんですね。指原さんはずっとね長いことハロプロのファンなんですよね。ボーノとかできる前から結構モーニング娘。の現場にはずっといたみたいなのは割と有名なんですけど、で、指原さんの呼びかけで集まった10組のアイドルが共演するようなライブイベントだったんですけど、アイドルのイベントって結構いろいろあって、TIFF とかね、東京アイドルフェスティバルが略して TIFF っていうんですけど、そういうのって本当にいろんなステージがあって、もう並行してたくさんのアイドル、もう規模もそれぞれたくさんあっていうようなアイドルがやるようなライブイベントっていうのは結構
今までもいろんな種類あったんですけど、その指祭りって出てたのが例えば、ももクロとか渡り廊下走りたいとか乃木坂とか、もう本当に結構人気なアイドルですよねが出るようなアイドルイベントが実施されたっていうね。でそういうイベントに出演するハロプロの、アイドルっていうと、その時の知名度とかでいうと、モーニング娘。かなっていうように、思われる方もいるかなというふうに思ったんですけど、指原さんは結構ねハロプロファンでももちのファンやったかな、なんかね、そんなんやった気がします。で読んだのがボーノだったっていうね、やっぱりファンとしての目線として呼びたかったのがボーノなんでしょうね。本当に魅力的だったんで、その時ハロオタからしたらね、ボーノってやっぱ素晴らしいグループだよね、ちょっとまた別のグループと一線を画した魅力があるよねっていうことはやっぱり知ってたんですけど、あんまりこう世間的に知られてたグループではないので、そういう中でこう人気グループの中にポンとボーノが入ってきて、ハロプロ以外のファンの方からしたらもしかしたらと知らないグループってもしかしたらなってたかもしれないんですけど、そんな中でね、結構この指祭りの初恋サイダーの映像って割と有名なんで、特に最初の愛梨ちゃんの入りが結構、私は歌えないんですけど、最初の入ってちょっとためるんですよね。結構有名なんで割とインパクトもあって、ぜひぜひ見てみてほしいんですけど、もう愛梨ちゃんのその歌い出しがすごく良いのでぜひ見てみてほしいなというふうに思います。この時愛梨ちゃん実は風邪をひいててあんまり本調子ではなかったみたいなんですよね。それで完成度っていうのはやっぱりすごいなって思います。もう本当にアーティストですよね。やっぱ3人の歌声がやっぱり響き渡ったっていうことで、そこでやっぱり実力を見せつけてくれたっていうのが指祭りでした。でそういう、姿をいろんなアイドルのファンからも見てもらって、もっと売り出してほしいっていうようなね、ファンからの意見とかも出るような、それぐらい盛り上がったっていうことですね。その後ボーノってね、なんかこう活動したり、なんかツアーとかもその後もそんなにしなくて、武道館公演だけポンとやってみたいなことが多くて、もちろんそれぞれキュートとベリーズ工房っていう自分のその所属しているグループの活動もあったんで、なかなかこうどんどん活動していくっていうような立ち位置ではなかったんですよね。やっぱり根強い人気もあったんですけど、だけどそういう単発の感じでこう活動して、だから私も武道館行きましたしね、そういう記念になる場だったんで、本当にそういう単発のイベントに出て、その時にファンをこうバッと盛り上げてくれるっていうような活動の仕方になってました。で、その後なんですけど、2015年の3月にベリーズ工房が、無期限活動停止に入るっていうのがあったんですね。そのコンサートの1日目と2日目ですねにボーノが出て、その時もパフォーマンスをして観客を楽しませてくれたっていう。でベリーズ工房活動休止するし、ボーノこれからどうなるんだろうっていうような感じだったんですね。でその後も桃地とみやびちゃんはアイドル活動を続けたんでね、嗣永さんはカントリーガールズに入ったし、夏焼みやびちゃんはピンククレスっていうね、新しいこうユニットを組んで、2人はすごくそのままアイドルを続けたいという気持ちがある2人だったんで、その時はアイドル活動が続いていったんですけど、ボーノとしてとかはどうなるんだろうっていう感じでなってたんですけど、その後、2015年のカウントダウンですね、12月31日にやるコンサートがあったんですけど、その中野サンプラザっていう、ハロプロ御用達の会場があるんですけど、そこにボーノが登場したんですね。で、その場でボーノ初の単独武道館コンサートの開催が発表されたんですね。私が行ったのが多分それだと思うんですよね。このねタオルもそれだと思います。武道館に行ったんで1回行きました。2016年の8月の25日ですね。武道館に立ったということで、武道館の観客はもうぎっしり1万人埋め尽くされてた。私もその場に行ったんですね。で4年ぶりっていうことで、なんでこんなにほっといたっていうふうにももちも言ってたっていうね。
はい、その会場にいる人のね気持ちを代弁してくれたのがそのももちの言葉だったんですけど、ボーノの曲にロックの神様っていう曲があるんですね。その曲の歌詞に小さなステージでも私たちには武道館っていう歌詞があるんですね。そこに武道館って出てくるんですね。その曲自体はなんか高校の部活で集まった人たちでこう舞台に出ようぜみたいな、歌詞であんまりそのボーノとリンクしてるわけではないんですけど、曲の歌詞の中にね武道館って入ってるんで、やっぱりボーノの3人も武道館を意識するわけで、その曲にも出てくるような、武道館の公演を単独でできたっていうことで、愛理もボーノの単独の武道館をもう期待できないかもしれないっていう風に語ったこともあったぐらいだったんですけど、活動がね結構不定期な感じだったんで、そんな中でコンサートをやってくれたし、しかも夏だし、もうボーノの季節といえばもう夏っていうイメージなんですけど、そういうステージが見れたっていうことですね。はい。でその後なんですけど、ももちが引退しちゃうっていうことになって、そこがもうね本当にボーノの終わりっていう形になるんですけど、その公演はね YouTube で配信があったんですよ。だから私はそれを見てたんですけど、それが本当に最後のステージになったかなっていうふうに思います。でそのラストライブが、2017年、それから1年後ぐらいかな、があったんですけど、ピエネッツァという、そのライブをもってボーノは10年間活動したんですけど、その活動が終わったっていう形ですね。最初はもうそのアニメのために集まった派生ユニットっていうところから自分たちで活動をどんどん大きくしていくって、それぐらいの魅力があったっていうことで、伝説のアイドルになっていったっていうことですね。本当にただ人気なメンバーを集めただけだったかもしれないです、最初は。でもこんなになんていうか活動が盛り上がったりとか、いろんな面が見えたり、本当にこんな魅力的なグループになるって多分その事務所とかファンの皆さんも予想してなかったっていうところがありまして、そのラストライブもすごく印象に残ってるのがキスキスキスっていう曲があるんですけど、その時に曲の途中で寝てればいいっていう歌詞があるんですけど、その後にみんなが真ん中で寝てるような感じの3人が寄り添って、そこでもうこのままもう起きなければいいなとか言って、もう時間が止まってくれたらいいのに今本当に幸せだなっていうなんていうか3人のナレーションみたいなのが流れて、その中でみんなが泣いてるみたいな、ファンの人もみんな泣いてたっていうね、もうそこで本当にボーノが終わっちゃうんだっていうのを実感する一曲だったわけなんですけど、もう本当にやっぱりそういう終わり方もやっぱりメンバーの一人が芸能人を引退するっていうことで、もうじゃあこの形でもう絶対見れなくなるんだっていう最後だったんで、やっぱり感動的というか寂しかったけどすごくいいライブだったなっていうふうに思います。本当にボーノにはすごい私も元気をもらったユニットですし、本当に見てて曲もすごくいいので、すごく元気をもらえるグループだし、曲もそういう曲がとっても多いので、ぜひ皆さん今からでも見てもらいたいなと思いますし、一番おすすめのライブが We Are Bono っていうライブなんで、そのライブの映像とかぜひ見てほしいですね。他にもライブツアーすごく素敵なものもあるんですけど、そんな感じでボーノについてお話ししましたが、いかがだったでしょうか。皆さんぜひ皆さんのおすすめのアイドルもいたらぜひコメント欄で教えてくれたら嬉しいです。じゃあ今日はこんなところでおしまいにしようと思います。ありがとうございました。